こんにちは、きです。今日は、緊急動画を撮っていこうと思います。で、内容についてなんですけど、コメント欄にすごく一気にバーっとメッセージが来まして、その内容を読んで、これは子宮占った方がいいかなと思って、今回占うことにしました。で、何を占うかと言いますと、会津湾の解散について占っていきたいなと思います。とりあえず占っていきますね。それでは占います。はい、結果出ました。会津湾が再結成するにはファンの方々がどうしたらいいですかっていうのを聞いてみました。ですね、このカードが、結果、どうしたらいいっていう風な結果ですね。アドバイスと対策みたいなカードとなっております。これが運命の和聖地となっております。やっぱり新しい状況出発っていう風なカードではあるんですね。何かがガラッて変わるときに、出るカードなんですけど、運気的なもので言うとすごくいいカードではあるんですよ。強力な援助者が現れる可能性があるし、転換期で巡り合いをしていくっていう風なね。で、だからチャンスをものにするようにと。手伝ってくれる人が現れるから強い協力者っていうのが、このカードが出てくる時には。だからその人を、大事にして、そういう人を大事にして逃さないようにしてくださいね。うまくいく可能性があるよという風に出てるので、やっぱり声は力なり、行動は力なりなので、いろんなファンの人たちといろんなファンっていうかね、いろんな国のファンの人と協力し合って、WIZ1のね、人たちは結託して、やっぱ声を出していくことが何よりいいかなと思います。出会いができますし、新しい縁ができますし、新しい縁っていうか、いろんな人との出会いがね。で、それが結構チャンスとなって現れてくる可能性がありますよ。やっぱりね、強く言うことは大事かなと思いますね。開けてくるから何かチャンスが来るから、そのチャンスが何かわからないんですけど、勝ち取るように、で、これが、アドバイス対策で、愚か者の聖地。このカードはゼロからの出発みたいなカードではあるんですよね。また一から始めるとか未知な分野に行くみたいな感じなんですよ。だから結構自由に大胆に動いていった方がいいと。で、頑張っていけば成功の兆しが見えてくるので、とりあえず行動をして実行していくこととね、いう風な感じですね。とりあえず、チャンスは来るから、絶対に。そこのチャンスを逃さないようにって、援助者が現れるから、その援助者を大事にして、その援助者と共に一緒に行った方がよくて、何か今からね、アドバイスとしてはゼロから出発していくような感じ。また、新たに何かをね、始めるとか、そういう風な感じのカードであるから、気持ちを切り替えて、これからはね、また、再結するためにやっていくっていう風な思いでいった方がいいかなと思います。はい。希望が溢れるカードなんで、両方ともすごくね、このカードなんか本当に私が占えてたら、やったーって喜ぶようなカードだから、自分のね、何かを調べてる時にこれが結果で出たら、やったーってラッキーだよしやるぞっていう風なカードであるので、ね、ちょっと今不安になってるかもしれないんですけど、やっぱりこの運のね、向上していく瞬間みたいなのがあるから、そこは逃さないで。だから絶望しなくていいっていうか、このチャンスをね、ものにするような感じで。次も占ってみようかな。それでは、占います。はい、結果出ました。最初に言いますね。これはね、かなり大変な可能性がありますね。
とりあえずカードの意味から言っていきますね。これが現状、これが皆さんのね、状況、置かれてる状況っていうか、ポテンシャル資質っていうか、どういう感情、今の感情的なものですね。で、ファンの方々はね、これ隠された要因。で、これが方法。で、これがアドバイスと出てますね。アイズワンが復活するにファンの人たちがどういう風に動いていけばいいですかっていう風に聞きました。で、現状がね、スターの逆位置って、思うようにことが運ばないとか、なんかこう、不信感とか、悲観的な状況とか不吉とかなんですよね。で、こう、なかなかうまくいかないっていうような現状だっていう風なカードが出てますんで、やっぱりいきなり解散させられて、なんかこう延長とかいう風な希望があったのになかなかうまくいかないっていう風な感じのカードですね、ファンの方々がね。で、これが皆さんの気持ちみたいなカードとなっております。吊るされた男の逆位置。なんかこう、いきなり不利な立場に追い込まれたと。で、なんかこう、裏切られたと。で、頑張ってるんだけどなかなか報われないと、やっぱり再結成してほしいって行動を起こしてるのになかなか報われないと。で、なんかこう、なんとか頑張ろうとやればやるほど苦しくなって生きてたりとかするみたいな感じなんですよ。今の気持ち的な感じがね、ちょっともっと希望を持たないとダメですよ。ここが結構苦しいっていう風になって、やっぱり追い込まれた時にこう感情っていうものは2つに分かれるんですけど、苦しい、なんでこんなことになってんの、どうしようとか、そういう感情がバーってきちゃうと、それに引っ張られちゃうんですよ、運気みたいなのもね。だからそうなった時ほど気持ち強くいかないといけない。どうしようっていうよりも、なんとか私たちが変えてみせるぐらいにもっと希望を持って、開催された直後に希望を持ってっていうのは酷なんですけど、希望を持って私たちが変えるぐらいの勢いでいかないと、やっぱりそこにこう運気っていうのは引っ張られてきますんで、光がね、パターンって今、光を閉ざされたような状況だとするならば、その一つちょっとでも光が見えるなら、それに全力で、向かっていくぐらいの強さっていうのは大事なんですよ。何事でも。それは何でも自分の恋愛でも自分の仕事でも生活でも何でもそうなんですけど、ちょっと閉じられたから全てをね、こう、もう無理だ、もう私たちがどんなに頑張ってももう無理なんだとかいう風なよりは、一つのちょっとの輝きに一生懸命走り込む人の方がそれに近づいていきますし、それがなぜか近寄ってきてくれますから、気持ちを強く持ってください。まず、弱い、私こう感情面を見てよく言うんですけど、弱いと良くない運気を引き寄せるので、何が何でも叶えてやるっていう風な気持ちでいった方がいいかな。辛いと思うんですよ。辛いのは重々わかるんですけど、でも辛いからこそこう気持ちだけは負けないようにしないと、負けちゃダメよ。でね、ここが隠された要因なんだけど、これが月の正位置ってカードなんですよ。不安とか変化、いきなり変化する可能性があるとか、あとゴシップとかね、気をつけてって、目に見えない危険とかトラブルが起こったり、やっぱり隠れた敵がいるんで、それが結構ね、要因なので気をつけてくださいと。なんかこう仲間の裏切りだから、仲間の裏切りってカードなんで、なんか皆さんで結託しようとしてる時にすっごい邪魔してくる人とかがいるかもしれないけど、そういうものに対してあんまりこう目を行きがちにならないように、ここでも不安でさらにね、邪魔もされて、邪魔もされてすごく辛くなると思うんですけど、その邪魔してる人たちにこう目を向けていっちゃってたら、も
どんどん遠のいていっちゃうんで、それはしないこと。隠された要因にあるんで、何か表にね、なんか変な噂とか出てきたりとかするかもしんないけど、そういうのには惑わされないこと、まず。で、ここが方法ですね。方法が、タワーの聖地っていうカードになります。これもね、方法に効いてるのにね、良くないカードがあるんですよ。こういうトラブルがこれから出てくると思うんです。皆さんが頑張れば頑張るほど。本当に辛いと思うんですけど、なんかこう、トラブルが出てきたりとか、なんかうまくいかなかったりとか、やっぱ喧嘩になったりとか、なんか罠が張られたりとかして邪魔する人のですよ、ハマったりとか、なんか妨害、やっぱり邪魔する人がいるから予期せぬ妨害があったりとかするんですね。方法に出てくるから、そういうところをすごい気をつけた方がいい。やっぱり邪魔する人たちは邪魔するんで、そういうものに目を向けない。向けて攻撃し合ってて言い争うと、なんかうまくいかないから、邪魔してくる人たちの言葉っていうよりも、そっちより再結成に行かせるためにのところに目を向けてほしいなと思いますね。このアドバイスが戦車聖地、困難に勝ってくださいって、困難に勝つようにしていった方がいいですよと。ここのね、誰かの邪魔が入ったりとか、なんか噂が立ったりとかしても、本当にとんでもない環境になると思うんですよ。皆さんこれから行く道っていうのはね、結構厳しい、正直に行くと。でも、ここのアドバイスで、こうした方がいいっていう風なのがここなんですよ。こことここを見て、ここを読むと、負けないでとカードが言ってるのですね。負けないでと。多分大変なきつい辛い思いするけど負けないでと。で、それは成功に導いてくれる可能性があるから、ここをね、頑張って乗り越えた時には。だから、積極的な行動や作戦は幸運をもたらすんで、もうどんどん行ってくださいと。でね、なんかこう、女性らしくね、こう、優しい感じのカードではない、もう本当に戦っていく男性ぐらいの勢いのカードであるんですよ。戦闘機ってバンバンと。だからそのぐらいの意気込みで、で、挑戦していくような感じでいけば幸運はおのずとついてきます。はい。フットワークの良さを活かしてください。これね、結構ね、海外旅行とか海外系のカードでもあるんですよ。海外とかそういうカードにもつながるの。国際とかそういう海外に縁があるよとかいう時の出てくるカードでもあるので、結託しているグループがその韓国と日本だけとかじゃなく、もうウィズワンは世界中にいますよね。もう世界で結託してください。韓国のファンが立ち上がりましたっていう報告を聞いたんですけど、いや違うでしょ、日本のファンも立ち上がらないとって。多分ね、すごい辛いね、道が待ってるかもしれないんだけど、再結成させるためには戦っていかなきゃいけないわけね。で、その戦うためには、ね、日本以外のファンもたくさんいると思うんで、そのファンたちが立ち上がらないことには、なかなかね、いかないから、まずファンが立ち上がって、あと言葉のね、問題があると思うんですよ。ファン同士で立ち上がった時っていうのは。そこをね、クリアするようにちゃんと動いていった方がいいかもしれないよ。言語っていうのがカードでも出てるから、このカード、言語、言葉とかいう言葉もあるからね。積極的に目的達成のために何より先手ですよ。先手必勝っていうカードだから、先手を打っていってくださいね。なんかやられてから慌ててなんかするよりは、もう先に行動して、先に動いていくぐらいの方がいいのかなと思います。だからね、その韓国ファンが立ち上がりましたじゃなくて、まず日本ファンも立ち上がらないと。
日本人だからね言うけど、日本ファンも立ち上がらないとさ、で邪魔してくる人たちがいるかもしんないけど、こんなに勝ち抜いてしたら、だってさっきカードで運が開けてくるって出てたから、チャンスは巡ってくるんで、そのチャンスを勝ち取りに行くためには先手必勝の行動しかなくて、それはすごく大変な道ではあるのね。いろいろな妨害が入ってくるかもしれないけれし、なかなか思うようにいかないという苦しい思いするかもしれないけれども、それでも負けないでいってほしいなと思いますね。目的達成のためにまず韓国のファンは知らないかもしれないけど、スマップファンとかはさ、一回売れてた音楽をもう一回トップにわざと咲かせた、トップにねのし上げたのよ、解散されるって思った時に。やっぱりファンの影響力ってすごいなっていうふうに思わされたわけ、その時に。だからそのぐらいの行動力だから、こう改めて事務所たちがさ、こうIZ*ONEはすごいグループだったと思わせないといけないから、そこのファンの行動っていうのはすごく大事よね。ニュースになるぐらい。やっぱりこうIZ*ONE解散っていうのがなんか巷でざわつくぐらいにいかないとダメだから、そこはもうね、日本だけじゃなくて海外のファンたちがもう結託して、それこそもうすっごい頑張っていけばチャンスは開いてくるんじゃないのかなと思いますね。IZ*ONEでいることの方が人気になるし、このままの方がいいんじゃないかっていうふうに事務所たちがね、黙らせるぐらい、復活させた方がいいっていうふうに思わせるぐらいの行動を取っていってほしいなと思います。今ね、韓国のファンが抗議して一生懸命やってるんですって来たから、抗議もねそうだかもしれないけど、IZ*ONEを解散させとくには惜しいと思わせるぐらいかな。でIZ*ONEでいれば、だってもしさ BTS がさあと1年しかありませんって言ったら、ものすごい大抗議でしょ、きっと。何やってんねんってなるでしょ。あんな素晴らしいグループを何考えてんねんってなるでしょ。BTS だよみたいな。何考えてんの、頭おかしいんじゃないのって思うんですよ。それはグーの音も出ないぐらいの影響力があるからですよ。だったらそのIZ*ONEが影響力を持っているっていうのを示さないとね。IZファンの人たちはもうすっごい頑張らないといけない。大変だけどね。でもさ、IZ*ONEにとっては光だったでしょ、みんなが。光だったのよ、すごくね。だから導いていってると今すごく思うんだけど、やっぱりファンとしてはすごく辛いと思うんですよ。で、立ち上がったんならもうね、最後まで勝ち進んでいってほしいなって。決して運気が悪いわけではないんですよ。運命の輪の聖地が出てたので、チャンスは巡ってくるんで、どうかね、こう負けないで、こういうね、妨害とかいろんなのが出てくると思うんですよ。思いもよらない妨害とか、思いもよらない邪魔とか、思いもよらないトラブルが出てくる可能性があるかもしれないですけど、負けずに困難に打ち勝っていってほしいなと思います。一筋縄ではいかないところではあるんだけど、そこにね、もう負けないで、いろんな声で、やってほしいなと思いますね。いや、やり方いろいろ方法あるんで、ツイッターのね、ランキングでね、ツイッターのトレンド1位を目指すとか、世界でよ。日本でじゃなくて、日本とか韓国でじゃなくて、世界のツイッタートレンド1位を取れば、やっぱり何ってなるでしょ、みんな。で、知らない人がさ、興味を持てば、そんなことになってんのっていうふうに思うから、やっぱりそういうものを目指してほしいなと思うんですよね。だからそういうところで行動をね、ちょっとすっごく大変な思いするかもしれないけど、ニュースにしてほしい。それも日本だけじゃない。日本じゃなくて韓国だけじゃないよ。日本でも、それこそ世界中でね、WITH*ONEがそれぞれ行動して。で、WITH*ONEはもうそれぞれでWITH*ONEの人たちはみんなね、結託して。はい、今日の占いの結果はどうでしたか？実はIZ*ONEを占った時にはすごいいろんな方の意見が来たんですね。博多 HKT のファンの方とかからも来て、結構辛辣な内容のコメントもあったんです。で、私は
私が思うにはもうファン、なんて言うんだろう、本人たちがやりきってないっていう風にすごくカードから伝わってきたんですよ。前回の占いの時に。だから、本人たちはもっとやりたい、もっとやりたいっていう風にすごく思ってるのに何もできない状況になっちゃって、コロナで。で、なのにいきなり1年経っちゃって、で、納得してない状況で終わらされてるんですよね、現状の感じ見ると。だから、最後までやらせてあげてほしいと思っているんですよ。ファンの方々も結構邪魔されたりとか、いろいろな妨害があって、すごく厳しいところを歩いていく可能性が高いかなとは思うんですが、負けないでください。アドバイスに勝ち進んだら、その先には見えてくるからっていうのがあったんで、光が見えてきますんで、ファンの方々にもね。だから苦しい状況が続くかもしれないけど、諦めないでいってほしいんですよ。諦めなければ、不可能って言われてることも可能になると思っているの、私は。再結成になりそうなチャンスみたいなのがやってきますんで、だから、そのチャンスを大事にしてほしいなと思います。そのためにはもうとにかく行動していく、先手打ってどんどん行動していくのみだと思うんですよね。もっと利益になると思うように。利益になるんだと思わせれるような行動を、例えばニュースにしちゃえばいいんですよ、ニュースに。誰かを殴ってとか、誰か攻撃してとかじゃない。マイナスのニュースはポジティブなニュースになってほしいなと。ウィズワンがこういうことをしてましたとか、ウィズワンのあれがこういうこと、ウィズワンの人たちがこういう行動をして、こういうふうなことが起こりましたっていうようなニュースをね。例えば、ツイッタートレンド1位ですよね。何回も言ったけど。世界でですよ。日本と韓国だけじゃなくて、世界同時に、復帰を希望しますとかいうのを With1 とか書いたのを世界でトレンド1位にさせるとか、そういう風な企画みたいなのをファンでね、やってね、走っていって勝ち取っていってほしいなと思います。もう世論巻き込んでほしい。もっと世論をもっとよ。もっともっとよ。そのためにはどういう風にして動いていくかっていうのが皆さんだったら見えると思うんで、そういう風に行動していってほしいなと思います。巻き込んでね。はい。今日の占いの結果はどうでしたか？アイズワンにはもう一回再結成して、もう一回頑張って高みに登っている姿を応援していきたいなと思った人は、いいねとグッドボタンよろしくお願いします。あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。いつも見てくださりありがとうございます。これからも頑張ります。あと、チャンネル登録してくださっている方、ありがとうございます。これからも頑張ります。それでは、バイバイ。